こんにちは、ゆめねこです。今回はサワードゥブレッドについてです。じわじわとパンを増やしているサワードゥブレッド。今回はサワードゥブレッドは家で簡単に作ることができるのか、もし家で作るなら何があった方がいいか、そもそもサワー種とは何か、これから作ってみようか迷っている人、知ってから始めたい人の参考になると嬉しいです。サワードゥブレッド。このように書きますが、サワーは酸っぱい、ドゥは生地ということで、文字通り酸味のあるパンということになります。酸味といってもマイルドで強い旨味を持ったパンが焼けます。こちらのサワー種、サワードゥブレッドを作るために必要なパン種です。このパン種は1週間ほどかけて作ります。この種を使ってサワードゥブレッドを作ります。サワー種を初めて作るときは26から28度くらいの場所で数日間管理することになりますが、出来上がった種はこのように冷蔵庫で簡単に管理できます。市販品のイーストはこのような軽さのあるフランスパンやバターロールなどのふんわりしたものに向いているのに対し、サワー種はこういった重厚感のあるパンに向いています。特にライ麦粉を多く配合した生地はイーストでは膨らみにくく、本格的なドイツパンやライ麦パンを作りたい場合、サワー種は必要不可欠です。このサワー種は継ぎ足しを繰り返して管理していきます。お世話を続けている限りは何年でも何十年でもパンを焼くことができます。ただし注意点があります。力のある種を自分で作らないと何度仕込んでも失敗します。イーストのように常に安定した発酵力ではないため、自分のお世話次第で種が良くも悪くもなります。それではざっくりとパン作りの流れを見ていきます。自分で育てたサワー種を使って他の副材料も入れて水も加えます。生地はボウル一つで簡単に作ることができます。それでは粉も加えて混ぜていきます。今回はレシピ動画ではないので、詳しい作り方は概要欄からぜひご覧ください。流れだけ紹介しましたが、このパンはこね時間が短いので、ボウル一つあれば十分です。パン粉ネ機がなくても大丈夫です。ここからはサワー種の凄さと作った時に失敗しないためのコツについてです。まずは凄さですが、サワー種は粉と水だけでできているという点です。天然酵母パンと言われるものがありますが、その中でもレーズン酵母は有名なので食べたことのある人は多いのではないでしょうか。上の写真はレーズンではなく、左からイチゴ、梅、トマトですが、一般的に天然酵母と言われるパンはこのように食材を使ってエキスを作って、そのエキスに粉を加えてパン種を作っていきます。それに対してサワー種は元の食材はありません。粉と水だけでできてしまいます。この2つを比べるとは何事だと言われてしまいそうなので、私の意見を言うと、レーズンなどの食材を使って作ったパンは食材の香りをまとっていたり、その時期の旬の食材が使えるという点でとてもスペシャルなパンだと言えます。サワー種のパンはというと、粉と水だけあればいいので家計にも優しく、管理も簡単なことからより日常的なパンだと思います。それでは次にもう少しサワー種について深く知っていきましょう。仕込みで必要分のサワー種を使ったら、種がこのくらい余ります。その余りは冷蔵庫に入れておいて保存することができます。使わないからといって使えなくなるわけではありません。このサワー種はまた次回に焼くときにそのタイミングに合わせて自分で育て、種のパワーを強めていきます。
それではどうやってパワーを強めるのかというと、餌やり、フィードという作業をします。この言葉はどちらも同じ意味です。世の中にはたくさんのレシピがあって、餌やりという人もいるし、フィードしましょうという人もいます。ここで重要ポイントがあります。私が思うに、ここがサワードゥブレッドを続けていけるかどうかの最重要ポイントだと思います。冷蔵庫に置かれている種は冷えて眠ったような状態になっています。これを目覚めさせて元気にしていく作業が重要です。今回はざっくりした説明なので、詳しい内容はここでは省きます。このように余っていたというか、あえて残しておいた種に新たな粉と水を加えて発酵力のある種を育てていきます。しっかりと混ぜ合わせます。発酵力のある元種のパワーを新しい材料に増殖させるイメージです。これが混ぜた直後ですが、3時間くらい経つとこのように膨らんできます。ただしこの量だと仕込みに必要な分量に達しません。ならば先ほどもっと多くの材料を加えればと思うかもしれませんが、ここが成功と失敗の分かれ道になります。元の種が少なすぎたり、加える材料が多すぎ、または少なすぎると発酵力にばらつきが出ます。ダメということではありませんが、捨てる種が多くなってしまうことにもつながるのでおすすめはしません。基本はもし元の種が 10g あったとしたら、粉 10g、水 10g を加えます。ただし実際にはわざわざ元の種を 10g きっちりと測ってはいません。1対1対1はあくまでも基本で、実際は大体で構いません。こちらは先ほどの種にもう一度餌やりをして育てたものです。勢いのあるサワー種を使うことがかなり重要です。このコツを押さえれば失敗は回避できると思います。それではここでこれはあった方がいいと思う道具についてです。それはズバリ発酵機です。一気にハードルを上げてしまったような気がしないでもないですが、息子にもこんなの置いてある家ほぼないでしょと言われますし、実際場所も取るのでもう買えるかと思う人もいるかもしれませんが、実際発酵機にはかなりお世話になっています。夏はほぼ出番がないので物置状態になっていますが、特に冬場は必需品になっています。というのも、サワー種は温度管理が重要です。サワー種に限らずパン作りは発酵に適した温度があります。このように電子レンジの発酵機能を使う人が多いと思いますが、ロールパンのような生地だと一次発酵でもせいぜい1時間くらいあれば発酵は終わると思います。ただこれがサワー種となると26から28度くらいの温度を3時間とか4時間、場合によってはもっと時間がかかるので、電子レンジを何時間も占領するというのはさすがに現実的ではありません。余談ですが、実家に甘酒メーカーがあったので、一度餌やりの時に使ってみたらとてもいい感じに発酵が進みました。ヨーグルトメーカーも同じだと思います。ある程度大きいサイズであれば生地の発酵もできそうですが、最終的には生地を成形して最終発酵を取ることになるので、発酵機はやはり便利だと思います。最近は折りたたみの発酵機もあるそうです。ただあるものでやりたいという人は、発泡スチロールに湯の入った瓶を置いて簡易的な発酵機にすることもできますが、発酵時間が長いサワードゥブレッドはお湯を変えたりということを考えるとちょっと大変かなとは思います。最後にもう一つ重要ポイントがあります。それはサワー種に使う粉です。使う粉はライ麦粉や色味の濃い全粒粉をおすすめします。真っ白な粉を使うより断然発酵力が強く、安定した種が簡単に維持できます。
より濃い味や酸味が好みの方はライ麦粉、もっとすっきりした感じやふんわり感を求める場合は全粒粉がおすすめです。また引きが粗い粉の方がより簡単に作ることができます。またサワー種は適度に餌やりをしないとパワーが落ちていってしまいます。その餌やりの時に種をかなり捨てる人もいます。それは種のパワーを維持するために仕方ないというか、そういうものといえばそうなのですが、私はもったいないと思っていて、基本的には捨て種は出しません。ではなぜそれができるかというと、白い粉を混ぜていないからです。これはもしかしたら賛否両論あるかもしれませんが、長年の経験上、そして数々の失敗を繰り返した経験から、サワー種に白い粉を混ぜるとライ麦粉などに比べて発酵力が落ちます。白い強力粉がダメということではなくて、私が言いたいことは、ライ麦粉や全粒粉は管理がかなり簡単であるということです。多くの粉を使っての餌やりは必要なく、最低限の材料で十分な発酵力のあるパン種を作ることができます。捨て種を出さずに作るというのは私が大切にしていることですが、それでもパワーのない時もあります。そういう時はリフレッシュといって種を半分とかそれ以上を廃棄して新しい材料を加えてパワーを強めることもあります。今回はこれで終わりますが、ぜひ作ってみたいと思った人はこちらの動画をぜひご覧ください。概要欄から見ることができます。もしも管理に困った時はこちらもぜひご覧ください。最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。